おはようございます。ケンです。本日もテスラに関する最新情報を整理していきたいと思います。今日はいくつか重要な動きが出ています。FSD の次のアップデート、サイバーキャブの進捗、新型 SUV の話、そしてスーパーチャージャーのビジネス展開です。どれも単体でも重要ですけれども、全体として見ると今のテスラの動きがかなり見えてきます。ぜひ最後までご覧ください。それではまず一つ目です。FSD、いわゆる完全自動運転ソフトの次のアップデートについてです。イーロン・マスクさんが次のバージョンについて我々が待っていたものになるとコメントしています。今回のポイントは単なるアップデートではなく AI モデル自体が大きく変わる可能性があるという点です。これまでの流れを見ると現在のバージョンは細かい改善や精度の調整が中心でした。いわば仕上げのフェーズです。一方で次のバージョンではモデルの規模そのものが大きくなると言われています。つまり単なる改善ではなく一段上の進化が期待されているということになります。ここはかなり期待値が高いポイントです。ただしここで一つ冷静に見ておきたいのはまだ実際にリリースされたわけではないという点です。テスラの FSD はこれまでも大きな進化を繰り返してきましたが、同時に期待先行になりやすい領域でもあります。ですので、現時点では次のステップに向けた重要な動きが出てきた。これぐらいの温度感で見ておくのがちょうどいいんじゃないかと思います。続いて2つ目です。サイバーキャブロボタクシーの進捗です。今回、ギガテキサスで約60台のサイバーキャブが確認されたという情報が出ています。これまでにもテスト車両の目撃情報はありましたが、今回のポイントは明らかに台数が増えているという点になります。単発の試作ではなく、複数台でのテストや検証、これが進んでいる段階に入っていると考えられます。このあたりは言葉よりも分かりやすい部分で、実際に物が増えているっていうのはかなり重要なサインです。テスト段階から次のフェーズに進んでいる印象です。とはいえ、ここもまだ初期段階です。量産っていうよりは走行テスト、ソフトの検証、運用の確認、こういった部分を積み上げている段階だと思います。ですので、ここは過度に期待するというよりも着実に前に進んでいるというような認識で見ておくのがいいんではないかと思います。続いて3つ目です。僕の中では今日の一番のトピックなんですけれども、新型車、小型 SUV についてです。テスラが小型で低価格の SUV を開発していると報じられています。ポイントとしては、モデル Y より小さい、価格帯もさらに下になる可能性、このあたりです。これまでテスラはどちらかというと高付加価値、ソフト重視、そして将来的には自動運転っていう方向に軸足を置いてきました。その中で今回のような低価格帯の車っていう話が出てきたのは少し興味深い動きです。ここは販売台数を取りに行く動きにも見えます。特に今の市場環境を見ると価格競争の激化、中国メーカーの存在感、EV 需要の変化、こういった要素もある中で、より広い層に向けた車種の必要性が出てきているとも考えられます。ただし、これもまだ報道ベースでの情報ですので、使用やタイミングについては今後の正式発表を待つ必要があります。現時点ではテスラがラインナップの拡張を検討している可能性がある。これくらいで捉えておくっていうのがいいんじゃないかと思います。続いて4つ目です。スーパーチャージャービジネスについてです。テスラがスーパーチャージャーの ROI、つまり投資回収をシミュレーションできるツールを公開しています。これによって初期投資はいくらかかるのか、どれくらいの期間で回収できるのか、どれくらいの収益が見込めるのか、こういった点がかなり具体的に見えるようになってきました。これまではスーパーチャージャーっていうとテスラが設置するインフラっていうイメージが強かったと思います。ですが今回の動きはそれを一つのビジネスとして外部にも広げていく流れに見えます。インフラとしてのビジネスがより見えやすくなってきました。特にこの分野は EV の普及、充電需要の増加、こういった流れと直結しているため、中長期では
かなり重要な領域になってくる可能性があります。ちょっとした不動産投資みたいな感じになっていくんじゃないかなって僕は今思っています。はい。ということで、ここまで4つのニュースを見てきました。少しね、整理をしていきたいと思います。FSD は次のステップに向けた動きが出てきていて、サイバーキャブは実機としての進展が見えてきている。一方で、小型 SUV のように現実的な販売台数を取りに行く可能性も出てきている。そしてスーパーチャージャーはインフラとしてだけではなくビジネスとしての側面が強くなってきている。それぞれ方向は違いますが、同時に進んでいるというのが今のテスラの特徴だと思います。最後に今日の内容をまとめておきます。FSD は次の段階に向けた重要なアップデートが控えている。サイバーキャブは台数の増加から進捗が見えてきた。小型 SUV はラインナップの拡張の可能性がある。スーパーチャージャーはビジネスとしての側面が強化されている。このあたりが本日のポイントになってきますけれども、皆さんはどれが一番気になりましたか？僕はやはり小型 SUV ですね。最近テスラは新しい大きな SUV、3列シートがある SUV を出す。X なんかではサイバー SUV が出るというような噂が広がっていましたけれども、それに加えて今回小型の SUV を出してくる可能性、これは本当に楽しみだなと思います。やはり日本に限らず狭い道っていうのはどの国にもあると思いますので、そういったことを踏まえると小型車が1台あるっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。皆さんはどれが一番今日気になりましたか？ぜひコメントで教えてください。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し反発しておりまして、現在345ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん、今、X において言語の壁、これが取り除かれているっていうのをご存知でしょうか？例えば、日本語で投稿しても、アメリカ人の方が見る場合には、自動的に英語に翻訳されて表示されます。また、アメリカの方が英語で投稿した場合でも、僕たちが見る場合には日本語に自動的に翻訳されて表示されます。さらにここからすごいのが、例えばアメリカ人の方が英語で投稿されたもの、これは日本語で表示されると今言いました。そしてその投稿に対して日本語で返信をしたら、向こう側はそれは英語として表示されるんです。つまり今は言語の壁っていうのがなくなっていて、お互いが母国語で普通にコミュニケーションができるようになってきています。これは本当に僕は革命じゃないかなと思っていますけれども、そのおかげで昨日は韓国の方からたくさんフォローをいただきました。1日のフォロワー数の増加としては過去最高となりました。今は X において言語の壁が取り除かれたので、これからもっと多くの世界中の方とつながっていけるんじゃないかと思います。また僕はテスラに関する情報を発信していますので、テスラっていうキーワードで世界中のテスラオーナーだったりテスラ株に投資をしている方ともつながることができるようになってきています。皆さんこれすごいと思いませんか？僕はもうここ数日 X にのめり込んでいて、これからもっと多くの海外の方ともつながっていきたいと思っています。ぜひこれをご視聴になさっている方、まだ僕と X でつながっていない場合には X の方でフォローしてください。そしてお声掛けもよろしくお願いいたします。海外の方でこの動画をご覧になっている方、ぜひ僕と X でつながってみませんか？テスラ兼で検索してもらうと僕が出てくると思いますので、ぜひフォローしてもらって一緒にいろいろとコミュニケーションをとっていきましょう。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。